最初はその2005年にオープンして、やっぱりお店の中で、お客様に毎月違うものを出していって、なんかどう喜んでくれるかとか、やっぱりその一つのずっとこう作ってきたラーメンをちょっとずつ美味しくしていって、でお客さんに喜んでもらったり、で目の前のお客さんと会話したりして、一緒にこうお店を作り上げていくっていうのが楽しくて、すごい充実してたんですよ。3月のですね中旬ぐらいから、私はロシアに行ってたんですが、その途中で、ロシアにいる中でカリフォルニアのサンフランシスコにある麺匠東京というお店が、カリフォルニア州のロックダウンにより、営業が止まりまして、でその後に、タイのバンコク、こちらも、ロックダウンになり、同じく3月下旬の頃ですね、営業が止まるという流れになりました。3月の30日にロシアの方がロックダウンするというふうな情報が急に入りまして、その頃ですね、もう朝準備していたんですけど、その情報が入ったんで、もうすぐに飛行機に乗って、もうその日のうちに帰るという、緊急脱出のような形で帰国しました。アメリカの方はですね、かなりもういきなりロックダウンということで、もう外出禁止ということで、もう完全にお店が機能しない状況にいきなりなりました。それと比べてですね、日本の方は、緊急事態宣言というのが4月に施行されて、それから外出自体はできるんですけど、自粛というような形、どこまで営業していくのかっていうのをすごい、悩むところではありました。そして営業自体はしてるんですが、9店舗ある中で3店舗だけ営業しております。でこの3店舗に関してはテイクアウトをせずに、お店の中で食べれるような形を未だに継続しているので、それは近所で例えば防衛省という国の機関があって、その近くにあるところは自粛期間でもしっかりと働かないといけなかったり、外出しないといけないとやることがあるので、不要不急ではなく要急、そういった方が近くにおられる店舗っていうのは未だに営業もしてまして、そういった方々が多く来店して、食事の方もしていただいてます。本当に社会の中で必要とされる部分っていうのは、我々は営業の中でちゃんと美味しい食事を提供していき、その人たちの活力になるようなことをやっていこうというような意思を決定していきました。直営店舗に関してはそういう形なんですけども、あとはですね、新しくやはりご自宅で自粛をされている方々っていうのも、かなり辛い思いをされていると思いますし、どういう形がいいのかっていうのをいろいろと試行錯誤して研究してやってきました。スタッフに関しましては、今自粛期間中でもあり、それぞれスタッフの気持ちっていうのをすごく大事に考えて、ここで働く希望者、働きたいというもののみで営業をしています。で逆に、自粛中、家族がいたり自宅の方で自粛していたいという希望を持っているスタッフに関しては、もうそのまま、自宅で待機をして、給与に関しても、保証してあげるような状況を整えています。ラーメン自体はもう本当に国民のソウルフードとなっていますし、やはりその日本人にとっては心温まる上質な食事の一つなので、これをご自宅に届けたいというふうに考えました。ただそのラーメンというのはやはりこの麺が伸びやすい、スープも冷めやすいということで、やはりテイクアウトでそのまま持って帰るっていうのが難しい食事なんですね。それでどういうふうにすることで、その上質さを保てるのか、本当にいいものをご自宅で再度加熱してでも美味しくなるのかとかですね、そのあたりをいろいろと研究して、たどり着いたのが、一つの答えとしてはラーメンバーガーでした。
これはご自宅で持って帰って、温めることによって味が落ちることもないですし、やはり食べやすかったりご自宅で仕事をしている方なんかにも向けて商品開発をしたという流れです。最初にラーメンバーガー開発した時に作ったものがかなり、ちょっとびちょびちょで食べられなかったりしたんですね。でこの辺も含めて、どんどん商品開発をしていく中で本当にスープをどうやってソースにするかっていうところはかなり大変でしたし、あとはラーメンすする麺をどうやってバンズにするかで、片手でどうやって食べれるようにするかっていう、当たり前ですごいシンプルに見えるんですけど、意外とそのすごい奥が深くて、商品開発自体はかなり1ヶ月近く、期間としてはかかりました。でその中で、麺に関しては引き立ての小麦を使って麺にするという、五穀寺の麺匠でやっているつけ麺の麺ですね。でこの打ち立ての小麦の麺を使うことによって小麦の風味というのが出やすく、これをかじった時に、その食感がすごいパンのバンズにも近かったり、片焼きそばのように硬くなりすぎることもなかったりということで、麺に関してもいろいろチョイスする中でその引き立ての麺を使うようにしました。チャーシューに関しては本当にラーメンのイメージがそのままバーガーになってくるような商品にしたかったので、本当にロールチャーシューで分厚く切って、食べ応えのあるチャーシューというのを、ホロホロに柔らかい状態で、挟み込むと。あとはこのバランス感を保つためにスープ量をどうするか、あとはソースの塩味をどうするかとかですね、このあたりも、かなり研究をして、本当に一つずつパーツごとにそれぞれ研究をしていって、ラーメンで使う食材のみで、ハンバーガーにして、でそれを食べることによってラーメンの良さがあるっていうような気持ちになっていただきたいなと思って、作りました。ラーメンバーガーのお店もですね、今営業しているお店に関しても、それぞれ飛沫感染防止壁というのを立てて、距離をだいたい1メートル間を空けて食事をできるようにしてあります。ラーメンバーガーに関してはもう中で飲食禁止にしていたり、あとはお隣同士でおしゃべりすることも禁止にして、極力その感染がない状況を作り上げています。今回のコロナにおいて、かなりテイクアウト需要が多かったり、ご自宅でラーメンを食べたいという方もすごく多くいらっしゃるので、まずはですね、その新鮮な打ち立ての麺をいかに美味しい状態で、上質なラーメンとして、お客様のご自宅に届けることができるかっていうところをまずは研究しました。まずはたどり着いたのがラーメンの麺ですね。この麺に関してはもちろん小麦の風味がしっかりして、本当に美味しい、食べて美味しいと思えるような麺もそうなんですが、やはりこのコロナの状況なので、免疫がつくような健康的な麺を、我々が開発することによって、ご自宅で美味しい、そして、健康になれる健康的な麺の開発というのも行っています。それはですね、今でやってるのはジンジャー、生姜をしっかりとすりおろして麺に練り込んでいったり、蜂蜜を練り込んだり、あとはマカという成分を配合していったりして、本当に内面から元気になったり健康になったりするような麺を開発しています。そして、あとはお店の味をそのまま再現したいので、こちらは一つ冷凍、まず打ちたての麺をすぐに冷凍をかけて、もうそのスープに関してもすぐに冷凍をかける。そしてうちの場合はですね、固体にしたスープを解凍すると、やはり外側からどんどん溶けていったり蒸発していってしまったりするので、もうこれをフレーク状にカットしていって、もうスープの冷凍フレークのような形でご自宅へ届けたいなと思っています。一つ我々のそのグループとしていろいろなラーメンをこれまで作ってきて、今だと800以上のレシピを持っているんですね。いろいろな鶏のスープであったり、魚介のスープであったり、濃厚な豚骨であったり、味噌ラーメンのスープであったり、それぞれ今までずっと、培ってきたそのラーメンの調理技術を、集約したような、EC のサイトを作って、
そこでもうお客様がこの麺を食べたい、このスープを食べたい、でトッピングはこれがいいっていうのをしっかりと選んでもらって、でそれをこちらから提供できるようにするサービスを今は進めています。どういう形でラーメンが残っていくのかっていうのをすごく考えるんですが、やはりそのラーメンっていうのは個人店で、やられる方がすごく多いですし、私もそうでしたし、そういうところというのはやはり現金のそのキャッシュフローというのがすごく今難しい状況になっていると思います。我々は、たまたまその海外だったり何店舗か東京にある上で、若干その体力があるというところでなんとか生き延びてはおりますが、売上を1店舗分で回しているようなお店の場合というのはかなり本当の危機だと思います。どうしても、ネックになるのは家賃の部分ですね。でこの家賃に関しては補助は全くないので、家賃分を売上から取ってなんとか回していくしかないっていうような状況でもありますね。本当に人件費、家賃というところがしっかりと補助できる体制がまだ整ってないですし、飲食業界にとっては国の方の助成補助が遅いと感じていますね。一方で別で業態転換するための助成金なんかも補助はしていただけるんですが、お店をやりながらテイクアウトを始めたり宅配を始めるようなその転換するための資金というのは国の方から補助をいただけるんですが、これも含めてものすごいその手続きがものすごい難しいんですね。我々は専門家からお願いしたりしてやってるんですけども、個人で年配の方がやられてるお店なんかはなかなかこれを対応してテキパキ動くって難しいなとも感じましたので、もうちょっとそのフォローアップ体制というのはあったらありがたいなって感じております。全体の売上のもう20%近くに落ち込んでいます。20% なので、本当にその経営自体がかなり危機の状況ではあります。ただこのラーメンバーガーの取り組みやですね、これから、EC サイトを作って、全国の方にラーメンを届けるようにしたり、このような試みによってちょっとずつその底上げをしていきたいなと考えています。ラーメンバーガーに関してはもう売り上げもしっかり上げていけてますし、これを各店から、お客様に届けることで、その辺の売り上げというところも、フォローしていきたいなとも思います。そして今後はですね、すぐに、このコロナが明けて今まで通りというのは考えていませんし、どうこのコロナと、一緒に過ごしていくというか、コロナの環境下においてどのようなサービスができるのかっていうところをしっかりと考えていきたいなと思っています。我々が大事にしているのはそのラーメン文化を世界に広げるということでして、今アメリカの方でも遠隔でウェブのミーティングなどをして商品開発をしていったり、新しくこのコロナの状況下においても2号店を開ける準備もしています。でそこのお店に関してはしっかりと ToGo メインのそのラーメンという専門のような形でやれるのかなと思い、今は進めているんですが、そのような形で各国ごとにそのラーメンの広げ方というのは変わってくると思っています。コロナが収束した後はですね、もう本当に今まで通り、美味しいお店が、にぎわってきて、みんなで笑顔があふれて、本当にその豊かな生活に戻るっていうのを、一番願っています。その前はいろいろとその後も、新しい形というのはどんどん残っていくと思いますので、本当に食の未来としては、このコロナのきっかけで新しいサービスもどんどん出てくると思うので、その人類にとって、挑戦しがいのある時期かなと思います。